銀河の記憶への扉へようこそ。ゆうです。最近、家電が立て続けに壊れたり、照明がチカチカしたり、物が勝手に動いたことはありませんか？実は私の自宅では、そんな不思議なことが時々起きています。でも、それは怖い現象ではなく、銀河ファミリーからのちょっとユーモアのあるサインです。今日は私が実際に体験した銀河ファミリーとの少し不思議でちょっと面白い日常をお話ししたいと思います。宇宙や銀河ファミリーからのサインはメッセージとして受け取るとは限りません。むしろ多くの場合、偶然のような出来事やシンクロニシティ、光やエネルギーの変化として届くことがあります。まるで声のない会話のような感じです。以前の動画でもお話ししましたが、2003年頃、地球の次元上昇が始まった頃、私は体調不良が続いていました。そしてその数年後、やっと体調が安定してきたと思ったら、今度は自宅の家電が次々壊れ始めたんです。ちょうど自宅を全面リフォームした後で、家電もほとんど新品でした。まだ1、2年しか経っていなかったので、なんでと思っていました。でも後から宇宙工事の存在たちが近くに来ていた影響だったと分かりました。工事の存在たちはとても高い周波数を持っているため、近くに来ると地球の家電が影響を受けることがあるんです。私のメインガイドのシンバは、来ると照明をチカッチカッと点滅させて、来たよと知らせてくることがあります。友人とズームで UFO や銀河ファミリーの話をしているときに、突然リビングの照明がチカッチカッと反応するんです。しかもその会話を肯定するタイミングで反応することが多くて、まるでそうだよと一緒に会話に参加しているようです。実際にそれを見た友人も何人かいます。また何か疑問に思っているときに、リビングの照明にぶら下げているドリームキャッチャーが風もないのに急にくるくる回り始めることがあります。そしてこれってそういうことと聞くと、そうだよという感じでさらに回ったりするんです。そして一番面白かったのが電球事件です。リビングの照明には6つの LED 電球がついているんですが、彼らが来るたびにチカチカさせて知らせてくるので、次々壊れてしまったことがありました。LED 電球ってまだ結構高いじゃないですか。だから私は冗談で、地球では家電や電球が壊れたら
買い替えないといけないの。次また壊したら弁償してねと言ったんです。すると壊れてつかなくなっていた電球がまたつくようになったんです。どうやらシンバが電球を直してくれたようでした。でもよく見ると色が違うんです。もともとは白とオレンジの中間くらいの色だったのに、直った電球だけオレンジ色になっていました。そして数ヶ月後には6つの LED 電球全部がオレンジ色になっていました。ある日の夜、いつもより強い宇宙エネルギーを感じて、あ、UFO 来てるなと思ってベランダに出たら、本当に来ていました。でもその時、夜なのに洗濯物を取り込み忘れていたんです。しかも同じことが何度も続いたので、もしかして洗濯物を取り込み忘れた時に教えてくれてるのと聞いたら、そうだよという返事が返ってきました。他にも観葉植物のお水をあげ忘れていた時のこと、朝起きて昨夜洗っておいたワイングラスをグラス棚に戻そうとしたら、なぜかきれいに洗ったグラスしか置いていないはずのグラス棚の中のシャンパングラスに花瓶の汚れた水が入っていたんです。もちろん自分で入れた覚えはありません。そこで、観葉植物にお水あげなきゃと前日観葉植物にお水をあげようとしてすっかり忘れていたことを思い出しました。私がこれらの出来事を何人かの友人たちに動画を送って楽しそうに話したので、今度はいたずらでハンドソープの色を変えたり、壁に UFO の影のようなものを映し出したり、キッチンから洗面所に箸を移動させたり、小さないたずらのようなことが次々起こることがあります。こういう経験をしていると、宇宙工事の存在たちは決して怖い存在ではなく、とても優しくてユーモアや遊び心のある存在なんだなと感じます。宇宙からのサインは、最初はあれ？気のせいかなと思うような小さな形で届くことも多いです。だから大切なのは怖がることではなく、少しだけ意識を開いて静かに感じてみることです。もしかするとあなたの周りにも銀河ファミリーからの小さなサインが届いているかもしれません。もしこんな不思議な体験をしたことがあるという方がいたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。あなたの体験も誰かの気づきや
勇気につながるかもしれません。この動画が面白かったり、共感していただけたら、チャンネル登録や高評価もしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。